じゃあ今日 SST の語ってもらうというところで、はい、きっかけというか、まず SST にハマったきっかけはやっぱりちょっとブラックフラッグっていうパンク好きなら誰でも知ってるようなアメリカのハードコアバンドなんですけど、いわゆるちょっとファッション雑誌、よく読んでたファッション雑誌に紹介されてて、スケボーのランかなんかと一緒に紹介されてたのが初めで、ちょっと興味があって、どんなバンドなんだろうなと、漠然とそういう風に思ってたのがあって、である日ちょっと友達の兄貴の家に行ったらこの CD が置いてあったんですよ。あ、これだと思って見つけた、聴いてみたいなってでかけたんですよ。そしたらそれがすごくて、なんだろう、やっぱ1曲目のナーバスブレイクダウンのキース・モリスのボーカルはもうまともに歌でもう完全にラリっちゃった状態で歌ってて、もう音程とかも狂った状態でわーって叫んで、もうそれがすごく衝撃で、それでこれが CD であるんだ。あといろいろ何度も聴いてるうちに曲間の間のテープでプチって CD なのにそのまま入っちゃってるそういうのも結構衝撃で、なんかあまりにも全部が荒削りすぎる、これがすごい、これがもうシングル集ですよね。そうあまりにもそこが全部すごすぎて音も全然良くないし、その前にね、音楽って興味もともとロックが好きで、やっぱブルーハーツとか、ああいう X とか、ああいうなんかざっくり激しいのが聴いてたんですけど、これがパンクとかやっぱそれにのめり込むきっかけになったのはやっぱこのブラックフラッグ。最初から結構ブラックフラッグのそれがいいと思ったんですね。いいっていうかびっくりしたんだよで、あまりにもそれがかっこよすぎて、なんか心をかきむしられるような音楽だなっていう。本当そうですよね。俺もそうだったんですよ。特にそのシングル集ですね。びっくりしました。なんかかきむしられるような、なんか自分の中での何かが壊れたっていうのがあるなぁ。やっぱかっこいいっていうよりはなんだろう、ちょっと衝撃っていうか、で最終的には結構憧れっていうか、このシングル集ってやっぱシングル集を集めてマスタリングしたから、そこのプチも含めてすごかった。すごい衝撃。衝撃でしたね。なんかこれも入れちゃうんだみたいな。なんかそれすごいよくわかる。で、もともとはこれ CD ですけど、なんかカセットテープの編集版だったんだよ。で、それがやっぱそれも残ってんのかなと思って、だからそういうなんかそういうような荒削りなところも含めてすごい。ダメージでももちろんすごいなと思うんですけど、これはなんかいろんな要素があって。SST とかって、普通のリスナーのイメージっていうのは、ブラックフラッグとかオルタナロックの人たち90年代入ったらいろいろ出してるなとか、なんかすごい大枠での見方もあると思うんですけど、その辺大野さんどういうふうに見てるっていうか。それももちろんあって、やっぱそのソニックユーズだったりダイナソージュニアだったりハスカードだったりディセンデンスだったり、やっぱそういう売れてる、バッドブレインもそうです、そういうのもあるけど、それでなんとかレーベルとかやってたんだろうなっていうのがあって、それ下のいわゆる例えばこのズーグズリフトだったり SWA とかチック・ジェコスケがだったり、そういうのが俺の中ではちょっと SST かな。裏 SST に目覚めたっていうか、そういうの。そうですね。いわゆる有名じゃないものが SST。それはもうやっぱこれですね。ファイヤーホースですね。ファイヤーホース聞いた時に、すげえかっこいいって思った。でそもそもね、このファイヤーホースを聞いた時にまずミニットメンを知らなかった、その後に知ってすごい衝撃をまたさらに受けた。ファイヤーホースはどっちかというとオルタナティブロックっていうか、パンクとか結構かけ離れた音楽かなと思うんです。一般的に売れるような感じの音楽だから、ミニットメンはもっとパンクっていうかハードコアに、ミュージックマガジンっていう雑誌があって、何人かライターとか河本宏斗だったり太田があの人たちが俺にとってのパンクっていうのを10枚上げてるのがあって、その中にね、ブライアン・バートン・ルイス DJ で有名なあの人がこれ第一に上げてて、ロリンズバンドとか、あとモイストボーイズ、ビースティーの、ざっくりいわゆるその当時有効だった音楽を、でそのブライアン・バートン・ルイス自体は多分レッチリが大好きだったのかな。でレッチリの母乳のアルバムの1曲目に「ファイヤーホースってバンド聞いたことあるか」っていう歌詞が一緒で、そ
それでブライアン・バートン・ルイスもこのファイヤーフォースを書いて衝撃受けた。5人の1曲にそういう歌詞が歌詞なの日本語だとそうファイヤーフォースだから多分フリーが大好きなの、でそれでブライアン・バートン・ルイスもじゃあ俺も開口って書いて衝撃受けて、でそれを紹介されて俺がまた衝撃受けた衝撃の連鎖みたいな感じで、ファイヤーフォースが本当きっかけなんですよ。裏 SST が入るのはファイヤーフォースがきっかけです。完全にそこからもうズブズブにズブズブっすねで結局売ってないこれ結構懐かしい思い出は、これも買ったのも下北沢にタイガーホール、あの頃のできたばっかりのタイガーホール、駅前の2階にあって、タイガーホールが何を思ったかゾールで書いてあったのが SST のカタログ丸々入荷しましたっていうのを読んで、でもちょうどこれ聞いてて、SST ってどこにも売ってないじゃないですか。おっつって書いて行ったらもうすでに売れないから結構投げ売りされててでジャケットでちょいちょい買ってったから、あの頃のタイガーホールすごくて、なんかすごい店員さんがいたんですよね。確か歌の詳しい下北沢時代、その店員さんがトランスだったりそこら辺の入荷したのはそこでいろいろ買い合わされたっていう。でもその時に買ったのは結構あると思う。まあでも暑かった直接買ったりもしてたんでね、もちろん海外から買って。そうで、うちの姉ちゃんが英語達者だからカタログでそのまま切り抜いて送ってたらその買えて、でしかもね、あの頃は SST 良くて結構いろいろ注文するとサービスでいろいろ CD とか入れてくれてたの、ステッカーとか。それ未だにちょっと実家に置いてあるんですけど、それも結構いろいろ